こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。このところ、めまい系の体調不良が続き、週1回の動画アップのペースが乱れてしまいました。制作には長時間の集中力が必要なので、疲れが溜まってきていたこともあります。動画アップの間隔を少し長めに取りますが、今後も定期的にアップしていく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、本当は10月下旬にはアップしたかった BA てんこ盛りの KZ、ASX ですが、初期不良に当たってしまい、すっかり遅れてしまいました。レビューの前に、この顛末について少しお話しさせていただきます。初期不良でどうなったか。まず、この波形比較をご覧ください。左耳、水色の波形のこの部分に、右との大きな差があります。普段はお見せしていませんが、波形の左右差というのは測ってみると割とあります。ステレオで左右から出る音は常に少しずつ違うので、少しの差分であれば聞いてもわからないことが多いのですが、これは聞いてわかるレベルでしたので、上に記載の通り、中国の販売業者にチャットでやり取りし、不良である左耳分だけ送ってもらうことができました。その波形も追加したものが黄緑の波形です。依然として差分はありますが、まあなんとか許容範囲なので、これで納得しました。このような大きな左右差は過去に2度あり、1DD のものと 1BA プラス 1DD のハイブリッドのモデルでしたので、ドライバーを多く搭載していることが原因ではないと思いますが、後から送っていただいた左耳の波形にもばらつきが出ていたので、旅 A の制御が難しいのかもしれませんね。ZAX と大きさ比較。写真の通りで ASX は片耳 10BA ということで、ZAX と比べてみると結構大きいです。逆に 7BA プラス 1DD の ZAX がこのサイズで収まっていることが秀逸なのでしょうかね。重さはフェイスプレートがアルミ合金なので想像より軽く片耳 6.3g、 AS16 だと 8.7g あるのでフェイスプレートの素材の差が出ているようです。私の場合、装着がどうも一発では決まらず、安定させるのに調整が必要です。また装着後も存在感を感じます。あんまり装着感が良いとは言えないかな。ドライバー、KZ の広域ドライバーというと真っ先に30095というモデルが思い浮かびますが、 ASX には 30017S、31736S がそれぞれ猫1状態で2個ずつ搭載広域に計8個のドライバーを割いています。いずれも S 付きの改良版です。より自然な出力を狙ったんでしょうか。それにしては詳細は後ほど。では次に周波数特性の波形を見ていきます。まず ASX からピンクノイズを出力し収録した波形です。低域が強めに出て 750Hz 付近を中心に減衰し 2kHz 付近で膨らみ、5から 6kHz 付近にピークがあります。ここまではさほど驚きませんが、驚いたのはその先で 6kHz 以上は一気に減衰しています。今までの KZ のチューニングはここから上もピークがあり、低域に負けない広域が展開していました。 8kHz 付近のピークが KZ の特徴の一つでもありました。 AS16 だとこんな感じですし、 ZAX だとこんな感じです。このピークの差が実際にどういう風に違うか試してみました。シンバルだと割と違いが分かりやすいので、ガイドシンバルとチャイナシンバルで 5kHz と 8kHz を EQ で持ち上げた時の音の響きの違いです。分かりやすくするために EQ をオーバーに設定し、シンバル音を強調しシミュレーションしました。広域のピークの違いが音に及ぼす影響はかなりはっきり分かったのではないかと思います。 EQ 設定を強調してはいますが、曲の聴き比べても同じような印象の違いを感じます。同じシンバルでも 5kHz を持ち上げた方は力強さを感じ、チャイナシンバルの響きは個人的には 5kHz ピークの方が好みです。一方ライドシンバルは 8kHz ピークの方が繊細さを感じます。では今度は曲で比べてみましょう。フル BA の AS16 との比較をします。AS16 の周波数特性は波形の通りで広域寄りです。低域控えめで音の分離が良く、低域、中域を調整しフラット寄りなセッティングにすればモニター用途としても使えるモデルだと思っています。 ASX との低域の出方の違い、広域のピークの違いから来る印象の違いを意識しながら聴くと面白いと思います。では ASX、AS16 の音質比較動画です。
較でこの2モデルの特性の違いがはっきり出ていたと思います。波形からも音質比較動画からもお分かりの通り ASX のチューニングはこれまでの KZ 製品とは大きく異なります。中広域、広域向けに8つの BA を割いていながら広域を出そうとしているとは思えないチューニングです。一聴して低域型でなおかつベースラインが不明瞭、抜けが悪くこもり気味でした。100時間以上のエイジング後も波形、聴覚上ともに変化はなかったです。音収録の際はファイナル E タイプ SS サイズのイヤーピースを使用し同音管に装着しています。周波数特性の測定の際ベストになるよう調整を重ねた結果です。多くのイヤホンは同じ条件で測定する相対比較を目的としています。耳の奥へ入れる装着イメージで鼓膜との距離が短くなり、私は普段からこの装着方法のみで聞いていました。ですがイヤホンのノズル先端から鼓膜までの距離を長く取った場合、低域が抑制され広域のピークポイントの周波数が下がってもピークレベル自体は上がる傾向にあることは把握していたので、イヤーピースのサイズを変え耳奥に入らないようにし鼓膜からの距離を取るようにしてみました。6種類ほどイヤーピースを試し、効果の大きかったセドナイヤーフィットライト M サイズをつけて収録してみましたのでお聞きください。いかがでしたか？ 6kHz 付近の出方が大きく変化したことと鼓膜からの距離を取ったことで実耳での印象は鳴っている空間が広く感じました。この他にトリプルフランジタイプのイヤーピースも効果がありましたが、音質重視で装着するとどうしても浅めの装着になり不安定だったので、音質と装着バランスを考慮しセドナイヤーフィットライトを選択しました。聞いた感じは低域が締まり広域も調整前よりしっかり出るようになり、ようやくバランスが取れました。今までの KZ サウンドではありませんが、これはこれで良い結果になりました。調整に苦労しようやく聴けるレベルになり安心したわけですが、個体差により特性のばらつきを感じたり第一印象が良くなかったりで難しいモデルだなという感想です。 BA の数からしたらアリでの実売価格が8000円を切るくらいなのでコスパはいいのでしょうけど、中華イヤホンを初めて買う方におすすめできるモデルではなく、片耳中 BA に興味があって自分の耳で確かめたいという方なら挑戦してみてくださいというところでしょうか。KZ、ASF や CCA、CS16 もこのチューニングの傾向のようですので、メーカーの挑戦なのかとは思いますが、私にはちょっと極端なチューニングの傾向に感じました。ということで KZ、ASX の音収録レビューでした。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画でご視聴ありがとうございました。